は何ですか？これから冬支度を、トラックのねするんで、チェーンの点検とかかけ方とかそういうのやるんで、今からもうすぐできるんで行ってみましょうか。じゃあ行きましょう。はいはい。あそちゃん、じゃあよろしくお願いします。じゃあチェーンの巻き方の点検説明します。まず車から下ろしたり袋から出した状態からチェーンを伸ばしてもらって、ねじれとか削れとかがないかっていうのを確認します。でこっち側が基本的に道路側で、こっち側がタイヤ側です。ただ点検するときはこうやって広げます。でまずよくあるのが、こういうところを引きずっちゃってすり減ってたりとかありますね。であとはこう走行してるときに、雪がないところで走ってると、こういうとこが摩擦ですり減ってきて平らになってたりとかするのは、切れる可能性があるので、それは交換した方がいいです。で伸ばすときにチェックするのが、チェーンっていうのがねじれがあって、結局こういう風にやっても、同じようにはしご型にはなるんですよ。ただここを見てもらうと、この横のチェーンに対してこの爪が内側に入ってるか外側に入ってるかっていうのがあって、でこれは正しいんですよね。ただこれは間違ってるんで、そうするとここがねじれてるんですよ。なんでこれを逆だな。回していって、こっちが間違ってるのか。こういう風に回していって、全部同じようになってるか、伸ばした時に同じようなところに来るかっていうのを全部確認する。でここもすり減ってたりとか潰れたりとか、特にこの長いやつが外す時に引かれたりとかすると潰れたりくっついちゃってたりとかあるので、必ずこれがこうフリーに動くこと、これが割れてないこと、これが曲がってないこと、すり減ってないことっていうのを確認します。なんでこれダメなんですか？伸ばさないと。これだからこれねじれてると長さが短くなります。であとは変に力がかかって、要は均等に力が張れないので、ここの方が短くなりますよね。今現状でも。そうすると物理的にチェーンが届かなくなったりとかで、要はつけれない。で特に今道路が乾いている状態でつけるのっていうのは比較的楽なんですけど、現場で雪がある状態でかけようと思ったらもっと大変なんで、手も感じかんでるし、下もびちょびちょだしっていうと、かけるのも大変だし、そもそもかからなかったり、あとは走行中に切れてしまったり外れてしまったりっていう原因があるので、一番大事なのはこのねじれがないっていうことを必ず点検します。こういうのがもっとひどいと、このチェーンの溶接しているところがこうあるんですけど、これが削れてなくなって平らになってたりとかするんで、そういうのはもう変えた方がいいですよね。でチェーンが走行中に外れたり切れたりとかすると、道路に落っこちるのもそうだし、車に当たって車が壊れたりするんで、使う前に必ず点検しておいた方がいいですね。であとはバンドも伸ばして、爪が折れてないか、切れてないか繰り返して確認します。大丈夫ですね。点検は以上ですね。
うちの会社の場合はチェーンがシングルでダブルじゃないんで、外側だけにかけます。で、チェーンの巻き方としては、ジャッキアップされてる、もしくはここが浮いてる状態だと、こういうふうに上にチェーンを乗っけてこうかけられるんですが、ジャッキアップされてない状態だと地面に引いて、その上に車を動かして、チェーンの上に乗っかってこう持ち上げて巻く形になります。でそっちの方が自分でこう持ち上げてやらなきゃいけないので、大変なんですね。なんで上に乗れる場合はこういうふうにイン側のタイヤに木を置かせてもらって、これに登ることによってここのタイヤを浮かせます。奥のタイヤとこっちのタイヤがつながってるんで、内側のタイヤで木に乗っかればこれが浮くっていうことですね。そうしますと、簡単にチェーンが巻けるようになります。ただ、雪山でスタックしてからチェーン巻くときなんかは前進できないってことがあるんですよ。後進しかできないとか前進しかできないとかっていうのがあるんで、必ずしもこういうふうにできるわけじゃないんですけども、平らな状態とかで巻くときはこういうふうに、木でスロープを作って、それの上にトラックで登ってから巻いた方が楽です。ただこの時注意しなきゃいけないのが、こういうふうに置いて走って乗っかるんですが、雪があったりとかするとこうホイールスピンする時があります。そうするとこの木が飛ばされたりとか、この場合はこうタイヤが回ると木がこう入ってこっち側から出てくるんで、ここに刺さったりすることがあるんで、足場が悪い時はやらない方が無難ですね。であとは、片側しか上がんなかったりとか不安定な場合は片側ずつやるとか、実際にやってみてできるできないっていうのがあるんで、そういうのは臨機応変に考えた方がいいと思います。ただ講習としてはこうやってやった方がやりやすいんで、今回はこれでやります。止めたら、リフトアップしてるんで輪止めを入れていただいて、でその後この木がタイヤの、真ん中にちゃんと木があって、こう端っこにあったりとかするとこう落ちる可能性があるんで、それがちゃんとなってたりで安定してるかどうか確認します。で反対側も確認します。 OK ですんでチェーンを巻きます。でチェーンのこの爪がこう返ってる方が道路側です。なんでかっていうと、この爪自体がこうタイヤに食い込む可能性があるために、こっち側をタイヤ側にします。さっきと同じようにトラックの下でチェーンをまっすぐに伸ばします。ただタイヤに対してチェーンがまっすぐ真ん中にあることを確認して、でこっち側からチェーンを乗っけます。このやり方だとこういうふうにチェーンをタイヤの上に乗っかった状態でだいたい形にできるんでいいんですけど、こうやって上げられなかった場合、チェーンを地面に引いて車を転がして上に乗っかってからこうやるために、両側こう持ち上げながらこの辺でこうつなげることになるんですよ。そうすると両方でこう持ってやらなきゃいけないんで、体力的に結構きついんで、こういうふうにできるんだったらこういうふうにした方が楽ですね。でタイヤに対して奥側と手前側が同じように、来てるよう
確認して、でこう乗っけた時にこうやってさっきみたいにこうひっくり返りやすいんで、それがひっくり返ってないことを確認します。はい、ひっくり返ってません。ただ最後に奥からだいたいこの車の場合はそうですね、2つ目ぐらいになるんですけど、1個余らせてここにこれを通します。それでこれをこう回してこっち側に持ってきて、これを奥だから見にくいですけどかけます。でこっちも同じなんですが、こう余らせてここにこれを通して、でこうたるみを取りながらこう入れて、これをずらしてかけます。でまだちょっと余裕があるみたいなので、今22にしました。でこれからバンドを止めて固定しますが、一度バンドを固定して貼れた後に5メートルぐらいは転がした方がいいです。っていうのは偏りがあったりとかするんですが、ちょっと転がすと偏りが取れて均一になるんで、そうすると多くの場合これが緩みます。なんで転がしたら1回これを1個ないし2個締められると締めた方がいいです。で次にバンドをつけます。これもこういう向きでやるとタイヤに爪が刺さる可能性があるので、必ずこっち向きにかけます。でもう1個下につけて、あとは対角につけていきます。でこれで一応形的には完了ですが、車を5メーター以上転がして緩まなければそうですが、緩むんだったらまたバンドを外してこのチェーンを1個なり2個両方縮めるんだと縮めた上でまたこれを付け直し、最後にこれをこうやって針金かなんかで留めた方がいいです。っていうのは走行中にこれがずっとこうなるんで、こういうとこ叩きます。そうするとこれが車の破損の原因になるので、必ず締め増しをした後はこれをこういうふうに固定してください。これでチェーンの取り付けは終わりです。